Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Otaru Yoichi Kaiwai The Best 14 Des. それでは早速 Let's get it started. 1. Otaru Station. Isuzushi. 小樽駅構内の立ち食いですが、こちらは小樽屈指の名寿店、1967年創業の老舗、ミシュラン一つ星の伊勢寿司本店の姉妹店なんです。チープな某空港にあるような立ち食いとは一線を画しますね。お好みはもちろん3貫セットが豊富にあるので、ちょいつまみにも気軽に行けちゃいます。ラーメンや朝食ブッフェ後でもちょちょっとつまめるのが嬉しいじゃないですか。札幌小樽間は JR 快速エアポートで約30分。そうだ、小樽に寿司食い行こうって JR 乗っちゃえば、はい、伊勢寿司さんって感じね。寿司食ってまた JR 乗って帰るみたいな。うん、かっちょええそれ。いいかも。いかにも。 2. Asali. Maruya Seipan. 小樽の奥座敷あさり川温泉地区にあるおしゃれなパン屋さん。美味しいパン屋さんがあると視聴者さんからタレコミいただきましてね、やってまいりました。おしゃれなすっきりした素敵な外観、何やら美味しそうな予感。はい、お店に入るとパンのいい香りが。店内撮影禁止ということでしたのでね、映像はありませんが、ハド系のパンたちがずらーっと並んじょりました。これは私の中でかなり上位のクロワッサン。バターくどくない香り豊かな端っこカリッと中もっちもち。一瞬躊躇してしまうこのビジュアルのくるみとレーズンは、これひまわりの種なのかな。一瞬なんかザワワ系の見た目ですが、かじると美味しいのよね。ねえ、美味しい。これハマりましたわ。練乳レーズンサンドはカリッと焼かれた小さめのバケットに練乳クリームがたっぷりの大人おやつ。ハード系大好きメシタビーズにはたまらないパン屋さんでございました。他にもいろいろ食べたいパン屋さん教えてくださった視聴者さん、ありがとうございました。ありがとうございました。 3. Saiwai. Kimura. 小樽といえば木村さん。初めてお邪魔したのはあれは3年前。モノマネ失敗した。モノマネだったんですか。いけると思ったらいけんかったくそ。あれは3年前。そして先日視聴者さんが木村さんへ食べに行ってくださって日本一というコメントをくださったんですよ。ねえ、嬉しいね。おいちゃんは食べたことなかったんですけれども、今回初木村さんでございます。誠にカツカレー直後ではございますが、そばナウでございます。いつものことっていうか、木村さんお店辞められるってんでね、そりゃぜひいただいておきたい。なんせあちこちでそば食べてらっしゃる方が日本一っておっしゃるんでね。そうなんです。2024年10月29日をもって閉めてしまうそうなんです。悲しい。閉店の知らせを聞きつけてでしょうか、大勢の方がいらっしゃってました。この行列でございます。13時前には売り切れごめんの札が出されていましたね。初めていただくそばがきは他にはない弾力とねっとり感。そばの実が香ばしいのね。おいちゃんはそばがき食べるのは人生初でしたんでね。いや、そばがきデビューが木村さんでよかった。わさびと食べるとそばの風味がよく感じられて美味しいですね。最後に木村さんのおそばもそばがきも食べれてよかった。ピンとコシの入った食感は確かに非凡。美味しいおそばでした。最後に木村さんのおそば食べられて感無量です。いいお店がまた一つなくなってしまうけど、大将奥様お疲れ様でした。美味しいおそばをありがとうございました。4. Ilonai. Shirokuma Shokdo. ちょっと外れの食べ物屋さんがあるのって思いもしないゾーンにございます。人気レストラン。ここですか。系ね。はい、カニ味噌のクリームスパゲッティが人気ということでね、じゃじゃーん、これです。惜しげもなくズワイガニが乗ってます。あ、ズワイなんだ。ソースにもズワイエキスが染み込んでボーノボーノへえ、たまらんね。おいちゃんクリーム系パスタ大好物なんでね。この濃厚ソースがパスタに絡んで美味しいのなのってこりゃたまげた。人気なのも納得ね。途中でカニ味噌混ぜると味変になって最後まで惜しみなく堪能できちゃう。かなりボリュームもあるから男性
性でも結構満足感あると思いますよ。私は腹パン大満足でございます。いいなあ。でも絶対食うを。私も。また食うんカーに味噌。は5. Ilonai. Rinyu Asaichi. 色内にある朝市。ここはあんまりホイホイしてない良心的な朝市ね。市場で売ってる魚やウニも手頃だしね。こちらの海鮮丼、こんだけウニ乗って2400円。これ駅前のデルタ市場なら3000円以上するんでないかい？デルタ市場？そんなんあったっけ？あるよ。正直ウニだけ乗ってるウニ丼ってあんまりそそられないミスタービーズ。ゲップしようと思うよ。出ちゃう。逆にこれぐらいのウニが乗ってんのは嬉しい。そうね。ウニもイクラもてんこ盛りは体に悪そうだから、これくらいがちょうどいいんじゃない？だ。この市場はかまぼこ屋さんのシューマイ揚げも大きくて美味しいんだよね。前回昼頃来たら売り切れだったんでね。やっぱり市場は朝に来るのがいいみたいだね。店先で朝ごはん食べてる魚屋のおばちゃんとかがいて臨場感たまんないね。ねえ、日本じゃないみたい。ここも安いけど、お魚ウニ関係は南たる市場の方がお安いみたいね。ああ、この間行った時びっくりしたよね。バフンウニの塩水が3000円以下でっていうのは今年初めて見ましたね。根室さんだけどねえ、全体的にお安いみたい。お惣菜屋さんもすんごい美味しそうだしね。6. Chikor. Otalu Wunga Donut. 新南たる市場ってのもあってね。そこにある小樽運河ドーナツってのがこれまた美味しいの。ねえ、なぜだかサーターアンダギーとかあってね。そうなの。なぜならなんとこちらのお店はもともと沖縄のうるま市にあったドーナツ屋さんなんですって。沖縄のドーナツ屋さん？どこでどうなって小樽にアンダギー？見た目素朴などこか懐かしいドーナツだけど食べると軽い。油っぽくないし中はしっとり。外はサクふわの不思議食感で甘すぎない自然の甘さで好きだわこのドーナツ。沖縄の人なのかな？それがね、小樽の方みたいよ。どこでどうなって小樽にアンダギー？しつこいっちゅうの。7. ニューヨーク。 Temiya. Unohana Temiya Den. こちら湯の花さん。小樽の整いどころはこちらでしょうかね。はい。視聴者さんからもタレコミいただきましたんでね。そうそう、あんかけ焼きそばが美味しいよってね。だんだ。周りのお客さんもあんかけ食べてる方が多かったね。人気ナンバーワンって書いてあったし、あんかけ焼きそば小樽のソウルフードだし、結構出汁の効いたあんがあんだし好きだわ。でも風呂はサウナ90度ぐらいだけどしっかり汗が出ててトックスできちゃう。水風呂16度から17度ぐらいとぬるめだから夏場はなかなか整いづらいけど、水シャワーがキンキンなんでね、気持ちええですわ。水シャワー気持ちいいよね。最近のお気に入りでございます。でしょ。 8. Inaho. Kiyoya. 2005年にオープン。2020年にメンエイジのプロデュースでリニューアルの後、今や大人気店ですね。はい。おじさんがドハマりしたラーメン、メンエイジ本家さながらの柚子ジュレの乗った魚介豚骨醤油、美味しいですね。ゆじジュレとごぼうは裏切らない。間違いない。本家メンエイジと比べるとちょいと雑に見えるんだけれども、そこがなんかいいんだわ。ラーメンっぽくて味は全然美味しいからね。なんでもメンエイジさんと京屋さんはラーメン哲也のご出身で、その頃からの師弟関係なんだそうよ。哲也のご出身、哲也感は全く感じないけどね。確かに完全オリジナルなラーメンを作り出してるよね。家系っぽい豚骨醤油に煮干しフレーバー&おいちゃんの好きな柚子の味変要素が全部入ってる感じでたまらんのさ。まさにいいとこ取りラーメンね。これは美味しゅうございます。私も好きだわ。でしょ。近所だったら週3通っちゃう。わかる。教えてくれた伊勢寿司の兄さんサンキュー。そっか、伊勢寿司の兄さんに聞いて入ったんだ最初だ。9. Ilifune. Kameju Pan. 朝4時から営業の人気パン屋さん。小樽の朝は亀十からってね。
昭和の香りを感じるショーケースにはノスタルジックなパンが並んでおります。パンがビッグサイズで具材もビッグでボリューミー、そしてパンがしっとりとして柔らかくて小麦の甘みを感じるの。学校給食でコッペパンに焼きそばやナポリタンを挟んで食べるのが大好きだったメシタビーズ。その頃を思い出したよね。ね、これ美味しい。学校のパンはこんなに美味しくなかったもん。ねえ、これ惣菜パン史上最強かも。10. Today's katsu curry Ilonai Kulo. 視聴者さんから複数のおすすめあったカレー屋さんね、味なかった中華屋さんね。はい、10年ぐらい前かな、一回評判を聞きつけて食べに来たことあるんですよね。その時の記憶ではムムムだったのですが、時は流れ、おいちゃんも随分と年を取りましたんでね、味がひょっとしたら変わったかもってことで再訪問。黒。正直やっぱこのカレーは店名黒にあやかり系の感じ、真っ黒にしたい優先の感が否めないなと思いますね。強い味を求める方にはいいんだと思います。正直味が尖っててあんま好みじゃないこのカレー、おいちゃんはね。あらららら。がここの大将は美味しいの作る人だと思いますよ。カツカレーしか食ったことないけど、多分この店はカツカレーじゃないんだと思います。と言いますと、カツカレーしか食ってないくせに何言ってらっしゃるの？カツがね、めちゃめちゃうまかったんだよね。最近食ったとんかつで一番うまい。いい肉だし、もちろん冷凍なんてしてない素材からこだわった柔らかいとんかつ。下手なとんかつより全然うまい。ひょっとしてそうそう、カレーかけるのがもったいないっちゅうのって美味しいやつでした。多分このお店の中華料理はすごく美味しいんじゃないかな。今度中華食べに行こうよと。エビ塩ラーメンってのがあってね、超気になるんだけど。何それ、気になる。なんか今茹で麺機が故障中でできないって言われたんだけど、治ったら再開するとのことだったんだよね。治ったかなっていうか、カツカレー食べて塩ラーメンも食べようとしたの？だって気になるでしょ。そりゃ太るわ。太ってます。11. Yoichi Kemukalo. ここは余市にある燻製屋さんの燻製レストラン。これがなかなか美味しくてびっくりなんです。他では味わえないオリジナルの燻製料理がいただけます。予想をはるかに超える美味しさだったのでね、再訪したんですがね、なかなか入れないのよね。お昼時ずらして1時過ぎとかに行くと売り切れになっちゃっててね。結構人気なんで予約した方がいいみたいだね。すんごいデーなお料理ね。鮮やかなオレンジのこの料理、実はあんまいいイメージなかったよね。オレンジソースってのには過去にも食べたことがあったんだけど、オレンジソースの料理珍しいね。オレンジソースなんてどこのレストラン？おでの店。正直新メニューの試食でね、食べてね、あんまり美味しくなかったから却下にしたことあったんだよね。ひどい。スタッフさんが一生懸命作ってくれたのに。そりゃ心が痛むよ。でも全員試合に出れるわけじゃないからね。ずっと2軍で終わっちゃう選手だっていっぱいいるんだよ。何の話？これは美味しかった。またぜひいただきたいが、リードオフメニューはビーフなんだよね。ビーフを食べたいが、この日も品切れになっちゃっててね。食べたいだけどなかなか入れなくってね。予約してこなきゃだね。そうだね。12. Yoichi Kakizaki Show 10. 余市の大人気店。一見環境学ホイホイ屋さんに見せるけど一見観光客ホイホイ屋さんに見えるけど、ここ良心的なんです。はい。いや、せっかく前乗りしたのにウェブ情報が違っててね、9時開店って書いたんだけど10時開店に変更になってたのさ。9時に来たっけ、誰も来てなかったんでね、車で編集して待機してたの。んで、やべ、開店10分前だと思って来たらこの状態。すんご。うわー、油断したね。でもね、先に60人以上並んでたんだけど、20分程度でなんとか1巡目着席。すごい。広いからね。先に番台で注文して支払う方式で、焼き魚の定食にするか悩んだけど、今回は海鮮丼1580円の酢飯バージョンプラス50円。あら、いつも鮭定食580円なのにね。我慢した今回は。
これさ、半ライスにしてくださいって言うとお120円マイナスになるんだよね。どこまで良心的なの？これでハーフなの？んだ、十分だよね。ご飯少なくで割引するお店って初めてかも。ねえ、20円引きの店とか何軒かあるけど、120円引きってすごくない？すごい。ありがてえ。ね。そして激込みでも料理が出るのは意外と早い。座って15分ほどで着丼。この1510円は10年前の相場くらいじゃないかな。ネタも厚切りだしさ。ねえ。だから地元の方々も普通にご飯食べに来てる感じだよね。だって言ったらさ、何を見て地元客が来てるって言ってんだって書き込みしてきた人いたよね、前回。いたいた。どっからか見てたんかね。ね。我々だってある意味地元だからね。かなり地元を決めつけたがる人が結構いる。帯広人は豚丼を食べないですって言い切ってた人いたしね。いたね。札幌人はバターコーンラーメン食べない人多いけど、好きな人もいるよね。松井秀喜は阪神ファンだし、松井一夫は大阪出身なのに巨人ファンなんだぜ。イチローは中日ファンだからね。何の関係が13. Hanazono. Kita to Galashi. 寿司屋通りに近いジンギスカンの名店、北唐辛子さんの本店ですね。こちらも大人気店なので、予約しないといい時間は入れないみたいですな。飯旅図的にも北海道上位のジンギスカンですね。これぞ北海道のジンギスカンってのが食べられる数少ないお店。なんたってこのたっぷりのもやしですね。これお店でもやし出してくれるのはなかなかないんですよね。どうしてなのかしらね。河原やガレージや庭でやる北海道ソウルのジンギスカンはやっぱこれだよね。玉ねぎも美味しいけどね、もやしのジンギスカン食べてみれ。銘柄。横浜に住んでる時に生ラム&もやしのジンギスカン友達に振る舞ったっけ、みんなびっくりしてた。ジンギスカンってこんなうまいのってね。スーパーで買ってきた生ラムともやしとベルのジンギスカンのタレでね。やっぱ知らないんだ、横浜ピーポー。横浜のジンギスカン店も食べ歩いてみたけど、当時は美味しい店全然なかったからね。嘘っしょってのしかなかったから、今はあると思うけども。やっぱり生ラムが美味しいね。あとは火力だね。それ大事。北唐辛子さんももちろん超強火でジュージューいきます。14. Osseo Low. Eggs Vives. 小樽といえばエグビーブさん、何度もご紹介しておりますが、ここのクロワッサンがどうしても食べたいってうちの神さんがね。だって美味しいんですもの。あなたも好きでしょ、エグさんのパンたち。はい、大好きなんです。ただ今回午後からしか来れなかったんでね。そうなの。お目当てのクロちゃん売り切れ。チン。もうクリスマスのシュトーレン分のバターを確保するためにクロワッサンを焼く個数を減らしているそうなんです。すごいね。この時まだ8月だったんだけどね。エグビーブ恐るべし。気を取り直してぐるぐるかわいいパルミエとバッポの大好物ボストックを購入。パルミエは表面が砂糖でコーティングされていて、クロワッサンのように何層もの生地になっているおやつパンって感じ。見た目が可愛いよね。これ可愛いけど目回っちまった。ぐるぐる。いや美味しかった。思い出しよだれが半端ねえっすわ。バターの香りもたまらんですね。エグさんのパンたちどれも美味しゅうございます。やっぱ午前中来ないとエグさんダメだね。ということで小樽で結局一番食べたいものって何かな。伊勢寿司さんのマグロ。いや小樽でマグロかい。いやだって食べたいの。美味しいですよ。美味しいの。それを言ったら俺も同じツッコミされますからね。パップは俺は柿崎商店の紅鮭定食。いや小樽じゃないのかい。Jakaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai. Sapporo Higawari Teishoku des. Otanoshimini. See you soon. でも
美味しい店はどんどんなくなっていくよね。なくなっていくし、ほんと今年ね、どれだけのお店がなくなっちゃったんだろうっていう。飯旅でも紹介してきたお店が結構そうだよね。俺らが結構閉店ガラガラのお店が増えちゃって、また一軒そばの、うちのかみさん的に日本3本指のそばですか、はい、トップ3ですねな今。くなっちまいますね。そう木村さんがい10月末29日閉店されるということで、先日行ってきましたね、残念ですね。寂しい限りね。まあまだまだ元気だけどね、うん木村さんのご夫婦がね、俺よりちょっと上ぐらいですね。もうやりきったんじゃないですかね。あとはどうすんのかな、旅にでも出るのかな、方々でそばとか食べんのかな。どうなんだろうね。いや残したいね、しっかりとした歯ごたえのそば、なかなかないもんな、あんな歯ごたえのっていう。今までありがとうございました。我々もずっと商売やってたからね、商売やってると本当にどこも行けないからね、日銭だから、お疲れ様でしおた。疲れ様でした。一足先に我々は引退させていただきましたけれども食べる専門にくら替えしておりますけど、体一番楽しんで楽しい第第2二のの人人生生なのか第3の人生なのかわかんないね。視聴者さんも行って美味しかったってコメントくれてたけど、びっくりするんじゃないかね。でもずっとさ商売やってたからあんまり出かけられないでしょ。で世の中で美味しいとされてるそばを食べ歩くよきっと大将。これがってなっちゃう。もうやりたくてしょうがなくなるんじゃないかなって思って、またそうなってくる。ドラ貸してみ俺にっつって、ダメだこんなんじゃそんなことは言わなそうな大将だけどいやまたそれでね、もうちょっとやってみようかななんてなってくれたら嬉しかったり。お声がかかりそうだけどね、短期間でいいんでちょっとここ見てくれませんか。指導みたいな、もうちょっとどうしていいかわかんないんで助けてくださいとかさ、駆け込み寺みたいなやつそっちの方が大変だね